はじめまして、あきらです。白血病になりました。もちろんこれからも生きていけませんのでね。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。このチャンネルの動画第2弾ということで、今日は自分が今一番強く思っていること、月並みではありますが、感謝の気持ちということについてちょっと喋りたいと思います。自分は妻と2人暮らしで、二人三脚で、やっているわけなんですけれども、暮れに緊急入院しまして、その時の入院期間が4ヶ月ほど、一旦退院できまして1ヶ月半、その後にまた再入院になりまして40日、そしてまた退院できまして今に至っているわけなんですが、妻が入院中はとにかく週に1回は必ず面会に来てくれました。そして下着の替えですとか、身の回りの、必要なもの、ティッシュペーパーですとか、ウェットティッシュだとか、その他ちょっと夜食に食べるようなスナック菓子ですとか、上に羽織るカーディガンとか、そういったものをですね、毎週持ってきてくれる。それで自分の方も履いた下着なんかを返してまた洗濯してまた持ってきてもらうみたいな、そういうことが続きました。それでうちから病院までが結構遠いんです。車で2時間半ぐらいかかりますね。それを毎週妻が面会に来てくれて、そしてですね、抗がん剤治療をやった後、極端に免疫が下がる、もうほとんど免疫がないような状態になると面会が謝絶になるんですよ。でもその間も顔は見られなくてもですね、とにかく荷物だけは届けてくれて、荷物の受け渡しをしてみたいなことですよね。ずっと来てくれました。その他に毎日ですね、当初自分はガラケーしか持ってなかったので、だいたい1日に2回ですかね、午前中と夜電話で話をすると、話をすることで気分が紛れるという、そういうこともとてもありましたね。それでスマホを途中で入手するんですけれども、LINE というものがあるんですね。あんまりよく知らなかったんですけれども、ビデオ通話でやはり1日に1回か2回ですね、顔を見ながら喋ることができて、とても気分が紛れた、いろいろシビアな現実とか実際に体に現れる症状みたいなもの、結構きつい時もありますね。でもそんな時も気分転換にもなるし、とても助かりました。その間に自宅のマンションの方、白血病っていうのはとてもカビとかホコリが大敵になるんですよね。これが体に入り込むことによって例えば敗血症ですとか各種感染症ですとか、そういったものを引き起こす原因になりうるということで、とてもそこは気をつけなければいけない。それで家の大掃除をしてくれてまして、水回りのカビなんかを取るのには特に業者を入れて念入りに掃除をしてくれた。そしてエアコンですよね。空調の中っていうのはかなりカビが入る、カビの温床になる。これをなかなか清掃してきれいにするって言ってもですね、エアコン自体も古いしなかなか難しいということで、ちょっとその辺もお金がかかってしまうんですけれども、
エアコンも新しいものに買い替えて、あとはカーテン、これもホコリがたまりやすい古いカーテンをずっと使ってたわけですけども、これなんかもうカーテンの開け閉めもするのにホコリが立って大変だということで新しいものに変えて、とにかくその他ベッドですとか、床ですとかです、壁ですとか、場合によっては天井なんかもホコリがあるところをこまめに本当によく掃除してくれて、それで気持ちよく自分が退院して生活できるように準備を整えてくれていました。そして実際に帰宅してからもですね、非常にこまめに掃除をしてくれてるんですね。各部屋などもですね、掃除機をかけたりコロコロをかけたりですね、とてもきれいによく掃除をしてくれる。それだけでなく食べ物に関してもまだまだ免疫が低い状態なので、いろいろと気を使わなければいけないんです。できるだけ作ったらすぐに食べるっていうような、そういうことが推奨されていまして、ですからもう作り置きをして後でこれを食べようとかではなく、自分が食べられそうなものをいろいろ考えて工夫してすぐ作って食べるっていうような、そういう体制でずっとやってくれてます。本当にもうこれは感謝しています。一つ言いたいのが、よく感謝しかないっていうことを言う方がいらっしゃいまして、じゃあ自分の場合感謝しかないのかって言ったら、感謝しかなくはないですね。もっと他の気持ちもあります。感謝、その次に大きいのがやはり申し訳ないという気持ちですね。自分のせいで普段だったらそんなに掃除に時間をかけないわけですよ。普通の人はそれでこと足りるんです。ですが念入りに念入りに掃除をしなければいけない。とにかくシーツですとか、枕カバーなんかも洗濯しなければいけないとか、そうするとかなりの労力、時間を取られてしまうわけです。もうそういったこと、あと食事の準備に関してもですね、今作ってお昼に食べて夜に食べて、場合によっては次の朝も食べてみたいな、そういうことができないから、その都度作らなければいけない。なかなかこれは大変だと思うんですよ。だから自分がもし病気にならなければそんなことにはならなかったし、余計なお金も使わないで済んだしと思うと、やはり申し訳ないという気持ちが出てきてしまいますね。そんなわけで妻には感謝してもしきれません。妻がいなかったら今のような生活に戻れていなかったと思います。そして白血病の治療というのはとてもお金がかかるんです。今退院していますけれども、これは治ったから退院しているんではないんです。入院しての加療治療の必要がないだろうということで退院して、通院しながら薬を飲んで、血液検査とかいろいろ検査をしながら白血病の進行具合を抑えていく、観察していく、そういう期間が長く続きます。そして自分が今飲んでいる薬などもとても高いものが含まれています。申請をすれば医療費の控除だとか、各種手当ですとか、そういったものがもらえるケースもあります。ですがとてもお金がかかることには変わりありません。当面の間は働くこともできませんから、収入はない。しかし生活費もかかるということで、自分のマンションの裏に実家があるんですよ。老齢の母が住んでおりまして、とても心配してくれています。それでそういうことならもうしょうがないよねということで、いろいろと金銭面の援助などをしていただいてます。大変心苦しいですね。ですがもう甘える以外に他ありません。
ですからそれがもしなければ現在のような形で治療を受け続けるようなことはできていません。これも本当にとても感謝しています。そして病院のスタッフの皆さん、主治医をはじめとして看護師の方々、それから看護の補助の方、または事務の方ですね、大変お世話になってます。特に主治医の先生は自分はとても信頼しておりまして、で入院中などはもう夜遅い時間でもですね、病室に顔を出してくださってお声をかけてくださったり、または早朝ですね、どうですかと一声かけてくださったりとか、そういったことも大変心強かったですね。それから看護師の皆さんもとてもよくしてくださいました。今自分がこういう症状が出てこうなんだけれどもどうなんでしょうかと、そういったことをこれはこうですね、先生にお聞きしますねみたいなことを丁寧にやってくださいまして、入院していてもですね安心できましたね。退院してまた体調悪くなりまして再入院はしましたが、また再退院しまして、現在のところは体調がいい、これなどももう本当にそういったスタッフの皆様方のですね、おかげだと思います。本当に感謝しています。もうこれは感謝、皆さんに感謝ということですね。言い古された言い方ではあるかもしれませんけれども、もう皆さんの力がなかったら自分は今生きていられないし、もちろんこれからも生きていけませんのでね、まず自分が思うことはもう感謝ということですね。初めての白血病アキラの場合、動画第2弾はここまでです。次回はですね、退院して思うことについてちょっと喋ろうかなと今なんとなく思っています。この動画を見てですね、次も見てみたいなとか、よしちょっと応援しようかなとか、もし思っていただけるようでしたらチャンネル登録、そして高評価、できれば激励のお言葉などをいただければですね、今後の治療のチャンネル運営のですね励みになったりします。どうぞよろしくお願いします。